今回のテーマは、ブルーインパルスが式典に花を添える祝賀飛行についてです。ブルーインパルスは航空ショーで大迫力のアクロバット飛行を見せる以外にも、オリンピックや大きな式典で上空を彩る祝賀飛行を行います。一瞬にかける祝賀飛行はどのように行われるのか解説します。ブルーインパルスは2021年7月23日に東京の都心の上空に五輪を描いたように大きな舞台にしばしば姿を現し、イベントに花を添えてきました。過去にも1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博、1998年の長野オリンピック、2002年の FIFA ワールドカップ、さらに2019年のラグビーワールドカップにも登場しています。近年では国体開会式での祝賀飛行も恒例になりました。普段の航空ショーとは違い、式典のクライマックスに登場し、颯爽と駆け抜ける姿は観衆に鮮烈な印象を残します。こうした一発勝負はいかにタイミングよく正確に登場するか。そこに大きな醍醐味があります。ここぞという一瞬で会場の上空を彩るアクロバット飛行とは全く違う高揚感、緊張感に包まれ、見事に決まった瞬間は、見ている側も心の中で開催を叫びます。ほんの一瞬のこの飛行は、一見簡単そうに見えますが、周到な準備と精緻な計算の上に成り立っています。まず第一に、式典の決められたタイミング、決められた場所に寸分たがわず登場しなければなりません。完璧なタイミングを測りますが、飛行機は上空で止まって待機することができないため、会場から離れた空域で時速650キロ近い高速で旋回しながら待機し、ここぞというタイミングに会場に向けて突進してきます。それはまさに1秒を争う正確さで、会場から式典進行を逐次報告する地上統制員との連携で実現します。式典は往々にして計画通りに進まないもので、タイミング合わせは困難を極めます。会場も普段飛び慣れない場所が多く、長野オリンピック開会式では、地上誘導装置や飛行機の位置を上空から監視できる空中早期警戒機まで動員し、航空自衛隊の総力を結集して成功させ、後にドキュメンタリー番組が放送されるほどの一大作戦でした。7月23日の東京での飛行も、埼玉県の入間基地を飛び立って、練馬区の上空あたりで待機し、東京都庁への聖火の到着、式典のタイミングに合わせて上空に登場しました。こうして、正確な時間、正確な場所を飛ぶ TOT は戦術的にも重要です。そして、どのような飛行を見せるかの選択も重要です。オリンピックのようにシンボルマークを描くのもブルーインパルスの得意技ですが、会場の条件や割り当てられた時間を勘案し、一瞬で駆け抜ける可飛行や大きく旋回する科目も選択されます。会場からの見栄えも考慮が必要で、例えば1964年の東京オリンピックの時は、国立競技場のロイヤルボックスからの見上げ角が70度で、高度約3000メートル、左右6キロにも及ぶ大きなオリンピックマークを描くことになり、飛行位置は赤坂見附の交差点の上空とされました。2021年7月のオリンピックマークも、国立競技場の真上ではなく、少し西の代々木公園あたりになったのは、こうした見栄えを考慮してのことでした。今回の五輪は、2020年の聖火到着式の時から準備されており、サイズは左右約4キロのもので、1964年の時よりも少し小さいため、飛行高度も1200メートル程度と低めに計画されていたようです。飛行高度は、その日の天気などの条件によって変えなければならないため、事前に松島基地で様々なパターンが試され、高い位置に描いたり、低い位置に描いたり、それぞれどのように飛べば一番綺麗に見えるか、とても多くのパターンが試行錯誤されました。7月23日当日は少し雲があったため、約1000メートルの高さで行われたようです。7月21日の予報の際はもう少し低く、場所によっては木々やビルに遮られて見えなくなってしまったのも、こうした様々な条件の結果でした。大きな式典での飛行では、一気もかけさせないことも大切です。今回のオリンピックマークでは、
5色のスモークで五輪を描くために、それぞれの色の予備機まで揃え、合計12機で挑む、ブルーインパルス史上最大の態勢が取られました。通常6機のブルーインパルスが、アルファとブラボーの2チームで飛んだという、大変大掛かりな態勢です。普段、何機かは、定期整備でメーカーに送られているものですが、オリンピックのために整備計画を調整し、すべての機体を揃えたという、多大な労力と周到な準備がなされ、この1日の飛行に向けて、万全の態勢が取られました。また、今回は、オリンピックマークを描くということで、カラースモークも準備されました。ブルーインパルスは、1990年代まで、航空ショーでカラースモークを使用していましたが、周辺環境に影響が出たため、その後使用を中止していました。それを、今回の式典に向け、環境に優しいカラースモークを新規に開発、無事に使用することができました。こうして、飛行内容の検討、飛行する位置の設定、機体の整備など、様々な準備を進め、いよいよ式典に挑みます。実際の式典の前には、会場の上空で予行も行われます。今回も、7月21日に、事前予行で、東京都の上空を飛行し、大きなニュースになりました。予行は当日と同じメニューで行われますが、これもただの練習というだけではなく、会場の地形や経路、大気空域の状況や地上統制との連携など、様々なことを確認しながら飛びます。こうして迎えた式典当日、秒単位で設定している計画も、式典進行次第で予定は変わってくるため、地上統制員と密な連携をとってタイミングを合わせます。特に、オリンピックマークなど、絵を描く場合は、その描き方にも、とても細かい手順が決められているため、当日の式典進行や気象条件に合わせたタイミング、飛行経路の修正などは困難を極めます。会場から見えないところで、地上統制員と一番機後席のナビゲーターが、刻々と変化するデータと格闘しながら調整を繰り返し、ここぞという完璧なタイミングで颯爽と登場、会場を彩ります。こうして、一瞬で会場を駆け抜けていくブルーインパルスの姿は、爽快そのものです。このように、祝賀飛行は、事前準備や当日の舞台裏に、とても多くのドラマが詰まった、ブルーインパルス渾身の飛行なのです。ブルーインパルスはアクロバット飛行も神業と言えるものですが、祝賀飛行もまさに神業ですね。